元彦が生んだものは今元彦を支えてて、そして元彦が兵庫県庁に居座る限り、あんなんがどんどん来んねん。で、実を言うと敵の正体はそっちやねん。で、これね、ほっといたら底抜けるよ。兵庫から日本中の。元彦自身からデマで始まってんねんって。事実なんかどうでもええって。で全部嘘でしか動かなくなってんの。その上に500万人の人命が乗っかってるんですよ。これとんでもなく恐ろしいことなんですよ。だから是が非でもレジュームチェンジをしなければいけないんです。昨日の夜の言論最前線めっちゃおもろかったな、あれな。自分が出ときながらなんやけど、橋本さんめっちゃおもろいな、あの人。めちゃめちゃ面白かったね。トラックの話、トラックというか物流の話。めちゃめちゃ面白かったね。橋本さんのその、情報量がめちゃめちゃ詰まってて、マシンガンでかつ雰囲気がようのあの喋りを聞いときながら、やっぱりね、まあ、病気みたい、俺が病気になったんかなと思うんですけど、対極よね、元彦の。いや、ほんまに、元彦のトークって情報量がなくていいんで遅いやん。もう端から端なわけですよ。橋本さんは、ファクトで喋らはるわけ。で、俺、その橋本さんと昨日、皆さんのカメラの前で2時間お話をして、橋本さんの話を2時間受けたまわりながら、ずっと話を聞きながら、俺、今まで、とんでもなく能力の低い、インで遅くてファクトがないやつを相手してたんだなって、ようわかりました。それはね、そう、知識量じゃないのよね、あれは。まあ、知識量なんだけど、その知識量は必要条件であって、知識量が十分条件ではないんですな、あれはな。喋ってる時に、ファクトでなくていいと思ってるでしょ、元彦。その頭の回転が遅いとか速いとか、サブスタンスが詰まってるか詰まってないとか、ということではなくて、元彦は、高市早苗もそうなんですけど、喋ってることは別にファクトである必要はない。相手を説得することさえできれば。だからそれは綿密ではないのよね。綿密という意味でもないんですよ。綿密っていうのは線のうちに3つ本間があるでしょ。その綿密の詐欺師は騙そうと思うときに、その騙しのトークの中に騙そうとしているからこそ、3つ真実を、だから 0.3% の真実が混ざってるってことでしょ。元彦の場合は、その必要性さえ認めてない。では、嘘でもいいんですよ、もっと言うと。これね、ネタばらしみたいな話になるんですけど、傾向と対策を取ってくるんですけどね。例えばね、みんな騙されてるんですよ、元彦に。嘘言うてんのに。これ言わんとこうと思ってたんやけども、さっき言うときますけど、元彦ね、県民局長の文章のことなんて言うてる？誹謗中傷性の高い嘘800の文章だと。で、それを止めるためには、誰が書いたかということを特定しなきゃいけなかったと。で、なぜそんなことをしたかというと、いろんな企業名が入ってて、他人にも迷惑をかけるからだって言うてるやん。って言うてるよね。その文章が出回ってないねんけど、実を言うと。全然出回ってないんですよ。あの文章。10人にしか送ってないから。出回ってないんです。で、これが出回ると、あの文章に、いろんな企業名とか個人名が書かれているから、様々な人のことは傷つくから止めなければいけないと思った。だから誰が書いたのかを調べなければいけなかったって言ってたんですよ。やっぱ言うのやめよう。これをちょっと俺のネタとして取っとこう。もし記者会見に復帰したら。でもね、探せばわかるんですけど、自分でね、そうじゃなかったって百条委員会で否定してるんですよ。百条委員会の議事録をよう読んだらわかります。自分でね、そうじゃないってことを言ってるの。で、多分ね、本人もね、そうじゃないということを言ってしまったということに気づいてないの。で、県議会議員も 100% 含めて、明々白々とそうじゃないって言い切ってるのにもかかわらず、そうじゃないと言ったことをね、気づいてないのよ、みんな。僕ちょっとこれもう種明かしやから、ちょっと記者会見で聞くから言わんとくわ。やっぱ言うのやめた。びっくりするぐらい単純なロジックで、お前自分で自分のことを否定してるやん。
で、この自分で自分の言うことを否定してるやんっていうのいっぱいあるやん、あいつ。事実がどうであるとかどうでもええのよ。その場のノリなんです。その場のノリで、その百条委員会で、いろんな人の名誉が傷つくから、いろんな人がダメになるから、いろんな人のことを傷つけることになるから止めなければいけなかったっていうことをやってなかったって自分で白状してんねん、百条委員会で。ただその白状を聞いてる県議会議員も周りの人も、あ、これ自白やんってことに気づいてない。なんでか言ったらその場のノリをうまいことごまかしてるから。その場のノリだけやねん。フローだけなのよ。ヒップホップで言うと。それね、言い逃れですらないの。だから、俺らから見ると、そんなん設定ガバガバやんとか言うけど、設定ですらないの、彼の中では。で、立花隆もそうなんですけど、立花隆は、大阪の詐欺師が大阪の知的障害者を騙す時の喋りをするんです。タタタタタン、タタ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 ン、タタタンタンタンタタタタタンの連続なんですね。このリズムに、これ、知的障害者って言葉を使ったらなぜかというと、ほんまにその専門の詐欺師っておるんですよ。知的障害者だけをカモにしている詐欺師っているんです。ひどいですけど。で、何言うてもええんですよ。リズム感だけなの。タタタタタン、タンタンタタ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 タン、タタタタタン、タンタンタタ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 タンって喋ってたら、知的障害者の人々って、ハーメルンの笛吹き男状態になるんです。これ何でもいいです。カレー食べて風呂入って昨日は新聞読みました。になるね。まあこれはまあ初歩的なテクニックなんですけどね。ほんまにいるんですよ。詐欺の世界ってエグくてね、知的障害者だけをカモにする詐欺師とかね、あとはね、聴覚障害者だけを対象にする詐欺師とかね、視覚障害者の中の詐欺とかね、いっぱいあんねんね。専門分野の詐欺が。で、その知的障害者の向けの詐欺でも、女性の知的障害を抱えてる人向けの詐欺、男性の詐欺ってこう、テクニックとして成立してるんです。で、それ学校つながりとかでね、どんどんカモが寄ってくるんですよ。で、まあ、立花がそれを知ってるかどうかは知りませんけれども、俺が知ってるその、知的障害者向けの詐欺ね、のパターンなんですよ、立花の喋り方って。もう典型例なの。手話の詐欺師っておるんやで。詐欺するためだけに完璧に手話を覚える人。聴覚障害者向けの詐欺っていうのはもう大昔からあって。で、その聴覚障害者向けの詐欺の技法を学ぶために、ノウハウを学ぶ人っているんです。あれを口がうまいと思ってしまう一定の層がいるということは分かってるんですよね。詐欺師の方は。で、俺が YouTube のトークがダメだっていうのは、このタタタタタン、タンタンタタ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 タンのこの、で、わっタッ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 タって喋り方ね。これ、知的障害者を騙す時の基本なんですけど、YouTube ってその喋り方多いでしょ。だから俺嫌いなの。YouTube の流行りというのは。だから俺はうだうだ喋るようにしてるの。で、まあ、それはええんですけど、まあ、その程度の知性の人が兵庫県には110万人いたというのはもう厳然たる事実なわけです。で、その時にね、このリズム感さえあったらええから、リズム感さえあったら騙せる人がいるから、それは別に知的障害者だけではなくて、知性を使うことを放棄する人、斎藤マダムみたいにだけで斎藤元彦を消費してる人とかっていうのは脳みそを放棄してますから、ギュンと来ちゃった状態のままずっと元彦見てるわけでしょ。だからそうするともうここ入ってこうへんから、いや、ずっと言うてるやん。ずっと言うてるやん。幽霊図のままや、言うて。もう顔が陰心って言うてるでしょ。だから俺はそういうことを言うてんの、ずっと。俺は別に下ネタが言いたいから言うてるんではなくて、顔が陰心やって言うてんのはそういうことなんですよ。知性を放棄すると、タタタタタン、タンタンタタ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 タンの中で、さっきカレー食うた時に風呂入ってたけれども、ビニール傘がなかったからシャンプーできひんかった言うてても、ああ、すごいこと言うてはるになるね。今のリズムで喋ったら。やってみようか。さっきカレー食べてたんですけどね、風呂入りながらビニール傘なかったんで、シャンプーできひんかったんですよね。これで、はあ。ってなる人おんねんって。このリズムで喋ってたら。いや、ほんまにおんねんって。夏休みですから前に話をしたことですけれども、明治時代にですね、月岡法然という絵師がいたんです。で、月岡法然というのはね、
天才的な画家なんですけどね。みんな幽霊と言うたら足がないって言うでしょ。で、幽霊が足がないというイメージが固着したのは、丸山応挙の幽霊図という幽霊の図が初めて足のない幽霊を描いたんですよ。それがあまりにも有名になったから、それ以降幽霊というと足がないという認識が日本人の中に生まれたわけです。で、その月岡法然は応挙から250年後ぐらいか。応挙は江戸時代の初めの方ですからね。丸山応挙から200年ぐらい経って明治時代になって、その丸山応挙があの有名な足のない幽霊図、あんなにリアリティに富んだ幽霊図を描いた時の丸山応挙って絵を描いてるんですよ。日本人が幽霊といえば足がないと思うようになったのは丸山応挙の幽霊図だと。だとすると、幽霊の超リアルな幽霊を丸山応挙は描いたはずだと。あの有名な丸山応挙の幽霊図を描いてる時の丸山応挙を描いた絵があるんです。これはみんなに見せれるんですけど、これです。天才でしょ？天才なのよ。で、この月岡法然が自分で、これは幽霊を描いてる丸山応挙の絵です。丸山応挙を描いた絵です、この絵はね。これ、隣で、後ろでびっくりしてるおっちゃんは丸山応挙です。じゃあ、この月岡法然が幽霊を描いたらどうなるかという、月岡法然がイメージする幽霊っていうのがあるんです。この世に恨みを残して死んでいった人。月岡法然は、これはお見せすることができませんので、さっきみたいに、リンクで送ります。見てください。でね、これなんでこんなにいろんな日本画家が幽霊を描くか言うたらね、なんで描くか言うたら、幽霊誰も見たことないからですよ。幽霊という概念しか理解していないものを君の技量で描いてくれとパトロンが命じるから、いろんな奴が幽霊描くんです。幽霊なんか誰も見たことないでしょ。だから画家の技量を測るのに見たものを描くって一番ええ。法然は幽霊をこう描くんです。で、これ法然だけじゃなくてね、いろんな人がちょいちょいこのタイプの幽霊描くんですよね。で、この世に怨念を残していって死んでいった人間は、女性だったらこうなるというのと、あと、この世に怨念を残していった、これは見物ですけども、その当時写真なかったですからね、この世に怨念を残していって死んでいった人間の代表例として、法然は、西郷隆盛をこう書いてますな。でもどちらかというと、これも正規の、男の場合は男の正規のメタファーっぽくなるんですよ。だから男も女も、怨念というところ、そこに、だからそこは理性と離れたところということなんでしょうよ。ね、さっきの女性の方の幽霊と男性の方の幽霊って、男性の方こっちに、こっちのがまだモデレートなのでこっちをお見せしましたけれども、女性の方のあれと合わせてみると、ヒロミと吉田ってすぐ名前出てくるでしょ。おかしいやん。でもヒロミと吉田やん。で、皆さんは、だから、法然が天才的な画力で、あの絵を描いたインスピレーションと同じインスピレーションを斎藤元彦支持者を見ながら、もうすでに得ているわけです。だってさっきさ、フリッカーのリンクを置いた瞬間、あ、ヒロミや、ツエバーや、ヒロミや、ツエバーやって、並んだやん、チャット欄に。で、皆さんには、月岡法然の持ってた筆を動かすというテクニックがないから絵にしないだけであって、ただインスピレーションは同じものを得てたんです。で、それは何かというと、理性ならざるもの、知性ならざるもので動く人々に、そういう印象を得てるんです、皆さんはすでに。皆さんが絵が上手くてね、自由に描くだけのキャンバスと、自由に描くだけの筆と、自由に描くだけの画力があれば、同じ元彦支持者の図と言うたら、同じような絵を描いてた可能性があるわけですよ。だってあの絵を見たときに、あって言うてんねんから。知性ならざるもの、理性ならざるもの、ラショナルなもので、じゃないよ、ね。ラショナルなもので、動いていないものに皆さんは同じ印象を受けてるんです。で、現に彼らは、だから僕はさっき、元彦はファクトなんかどうでもいいと思ってるっていうのはそういうことなんです。だってさっきの
月岡法然の幽霊図見てみて。あの幽霊の前にファクトが通用すると思う。で、かつ、通用するんじゃなくて、彼、彼女を喜ばせようとすると、さっきの西郷隆盛と幽霊を喜ばせようと思うと、言葉以外のもの、情報以外のものよね。それしかないよね。だから元彦はその上で踊ってるんですよ、ずっと。で、それを僕は、限界地方政治、この本で僕はそれをセックス&バイオレンスって言うたわけです。セックス&バイオレンスだけを提供してるんですよ。これは決してガデン因数研究不快の話ではなくて、皆さんがその証拠です。皆さんはすでに元彦支持者のことを見たときに、月岡法然の幽霊図、あるいは西郷隆盛を思い浮かべて、あ、これ吉田や。これ広宮って言うてるわけですから。で、皆さんがそう思ってるのは正しいんですよ。セックス&バイオレンスしか元彦にないという説明をこの本では逆にやってますけどね。上流からやってますけども、元彦の言葉からこいつの言葉には意味がないということを読んだ人だったらわかると思いますけど、誇張なく書いてます。で、それを喜ぶそうというなら、上と下は同じことで、言葉ならざるものを紡ぐものと、言葉ならざるものでないと納得しないものとが、上と下で惹かれ合ってるんですよ。で、それが、支持者がどうなるか言うたら、もうこれね、僕、こんなね、悪を見たことがないっていうぐらいの具体的な悪ですよ、これ。これはね、悪としか言いようがない。小森さんがね、この間、丸尾さんと、あれ、もう一人、芦屋の市議会議員やったっけが、俺のところにも届いてるんですけど、今年は何人死ぬのかなってメールが届くって、こういうメールが届くんですよ。亡くなった渡瀬県民局長と竹内さんの顔写真つけてね、タイトルがこんなメールが俺のところに届いてるんですよ。その証拠見せますけど。で、これ、俺のところにも届いてるし、大概、てかこのメールが届かないようでは、芯食った運動してないぐらい、いろんな人にこのメール届いてるんですよ。松とこにも届いてるし、水谷さんとこにも続いてるし、南波さんとこにも届いてるしね。俺のとこにも届いてる。当然丸尾さんのところにも届いてるし、同じのが。で、芦屋の市会議員さんと丸尾さんが、こんなメールが届いてますって言うて、記者会見しはったんですよ。警察に相談します言うて。もちろん、記者会見はしてんけど、俺もこれ警察に相談してますよ。で、丸尾さんがやらはったんですよ。で、それを、小森さんが、ひどいメールや言うて動画で取り上げはってんね。で、その動画を丸尾さんがツイッターでシェアしたんよ。それが炎上してんねん。なんでか言うたら、小森さんの動画のタイトルがこうやねんけど、今年は誰がするのかなってさっきのメールに書いてあったやろ。今年は誰がするってメールが届くから、こういうタイトルにして、それを YouTube にシェアしただけやのに、丸尾さんが、なんて言葉使うねん言うて、斎藤元彦支持者から批判されてんねん。いや、一個俺潰したけどね。俺一個被せたら一個消しよったけど、それこそ。もうなんか2000件ぐらいリツイートされてたら、一個消しとったけど、これ。というメールが届いて被害を生んでいますよという動画をしてるだけ、動画のテレビがそうなんだからしゃあねえじゃんと。なんでこんな歌話で喜ぶのって消してましたけど、こいつ。これね、わざとやっとんすよ。事実かどうかなんかどうでもええねん、こいつらにとって。ほいで、こいつまだマシですよ。俺に突っ込まれて消してるから。でも浜田聡とか N 国の周りの連中、嘘やと分かって喜んでんねん。全然、こんなん何もおもろないやん、普通の感覚やったら。そやけど、幽霊と西郷隆盛はおもろいねん。てか、幽霊と西郷隆盛は喜ぶの分かるでしょ、これ。普通の人間から言ったら何もおもろないよ、こんなの。俺ね、これね、一定数ね、理解する人がいるんじゃない、そう思い込んでしまう能力の低い知的に残念な人がいるということではないと思うよ。俺、普通に嘘やと思って、こんなん違うと思って喜んでやってる。真に受ける奴がいると思ってやってんちゃうねんて。いじめをいじめと思って自覚的にやってんねんて。嘘は嘘やと思って自覚的にやってんねんて。で、嘘が広まることを喜んでるわけでもないの。これ今結果燃えてるけど、燃えなくてもよかったの。いじめられれば。立花隆の言うてることがほんまやと思ってしまうようなアホの人の場合は、日本がもうちょっと金持ってる国やったら、
福祉の対象になってる人ですから、まあほんまにそうやと思い込んでるのかもわからんけども、うっぷん話でもないのよ。悪いことを悪いことと認識して悪いことだからやってんの。今年は何人死ぬのかなという言葉を丸尾さんが使った言葉でないということは十分理解してるんですよ。で、そんなことを丸尾さんが言ったというふうに言うことは悪いことだと分かってるんですよ。で、そうすると嫌な気持ちになる人がいるということも分かってるんです。で、それね、ストレスの発散でやってるわけでもないんですよ。どっちか言ったら手慰みでやってんねん。でね、その兵庫県問題で突き詰めていけばね、斉藤元彦の公益通報者保護法違反ですよ。が、斉藤元彦の公益通報者保護法違反が違反でないという言葉ならぬもので、それを正当化した途端に、ありとあらゆるまがましいものが集まってきてるわけ。で、これが常態化してんねん。そうするとね、南波さんとか、水谷さんとかが現場で、例えばヒロミとか吉田とかにわーなるのを関係ないやんけっていう向きもあんねん。それは元彦がほんまねんから関係ないやんけ。それはそうかもわからんけども、ちゃうねんて。元彦が生んだものは今元彦を支えてて、そして元彦が兵庫県庁に居座る限り、あんなんがどんどん来んねん。で、実を言うと敵の正体はそっちやねん。ルイ・ボナパルトが悪くなかったんじゃなくて、ジャガイモが悪かったのと一緒の話です。マルクスがルイ・ボナパルトのブルメール18日で、フランスの小作農が、分割農地を借りてた小作農が、の支持者が掛け算のように増えていった理由をね、じゃがいも一袋分のじゃがいもが一袋のじゃがいもを作るように増えていくって表現してたけど、その状態になってしもてんねん。で、これね、ほっといたら底抜けるよ。兵庫から日本中の。これ、アホのパンデミックですよ。そのマルクスの言葉を借りるとね、自ら代表できるものは代表されなければいけない。そしてその代表者とは、雨を恵み、日光を恵む超越者のように全ての社会に超越する行政権力として立ち上がらなければならないってマルクスは言うてましたけど、という形で知事という語の全く意味での行政権力をアホが生んできたの。これまで立花隆、黒川敦彦、山本太郎、そういう知的薄弱者を騙す詐欺師っていうのはいっぱいいました。でも彼らは行政権力者を生んだことはなかったの。みんな議員止まりなの。元彦は初めてマルクスの言うジャガイモの代表者として行政権力を握ったんです。で、これ、ナチスが政権取った時の前に、とある州をナチ化してるんですけど、それと同じようになるよ。で、一人、アホみたいに東京新聞とか多分、まあ、一月万冊とか東京新聞とか、アホみたいな、週刊新聞とか、麻生の方が悪いとか、それ麻生悪いです。麻生悪くないですよ。麻生はでも行政権力を持ってないの。俺がこの本で引っ張ったマルクスの言葉を正確に読み上げますね。彼らは自らを代表することはできず、代表される必要がある。そしてその代表者は、同時に彼らの主人として、彼らの上に立つ権威として、上から彼らを守り、雨と日光を恵む無制限の統治権力として現れなければいけない。したがって小作農の政治的影響力は、社会全体を自らの隷属下に置く行政能力、権力という表現を最終的には取るようになる。って言うとマルクスの言うてる通りになってしもてんねん。それが兵庫で具現化してん。日本の歴史で初めて行政権力を知的薄弱者狙いのマーケティングが取ったんです。初めてです。大阪維新でもこんなことはなかった。なぜならば大阪維新のスタートは自民党だったから。橋本徹一番最初自民党やったんです。みんな忘れてるけど。で、橋本徹偉そうに言うてるけど、最初自民党の組織力で当選してるんです。で、これさっきの麻生の方が悪いって言うてた田舎のおっさんがね、今ね、国政よりも地方自治なんかよ、みたいなことを偉そうなこと言うてますけど、国政より地方自治です。なぜか。ナチスは政権取る前に、バイエルンで練習してたんです。見てみ、川東、おにぎり、おつる。10年前に新大久保で暴れてて、徳島競争襲撃事件を起こしてた在特会の連中が、なぜか呼ばれてもないのに斉藤元彦の支持者してんねん。こんなもん昔からアンチレイシズム運動やってる人しか知らんような名前やけど、
川東、荒牧、おつる、おにぎり。なぜか尼崎とか西宮にいるのよ。でね、例えば、じゃあそんなことない。石丸という行政権力を握ったらやる。石丸の、広島での選挙は、選挙の形態が、ファクトなんかどうでもいいってことではなかった。でも2024年の再選挙って、ファクトなんかどうでもいいという勢いの選挙やったでしょう。秋田方の選挙中のは、石丸があかんやつやってバレたんは市長になってからですよ。石丸が市長になる選挙の時に、別にデマもなければ、2馬力選挙もなかったわけです。しかもそうです、おっしゃる通り。しかも、石丸はなぜ出てきたか言うたら、河井案里と河井克行の選挙での買収事件を批判して出てきてる。で、その広島のダメな金権政治を批判する言うて市長になって、で、その後、やったらアホやからああいう市長になってしまったということなだけですよ。ただ、元彦は自分でデマをばらまいて、デマをばらまいた結果寄ってきたクズを使って、選挙に勝って再選されてんねん。最初から事実なんかどうでもええと。で、未だに事実なんかどうでもいいという。これ初めての事例なの。それで行政権力を。この奥山先生の本で、一番最初の兵庫県の知事選挙っていうのはデマだらけやったけども、一番最初に流したデマって、増山が流したデマでも、岸口が流したデマでも、後に立花が流すことになったデマでも何でもないよ。一番最初のデマは元彦が流してるってちゃんと書いてるやん。覚えてる？文言春秋に書いたあの文章だって。元彦自身からデマで始まってんねんって。事実なんかどうでもええって。県民局長は10人にしか配ってないのにもかかわらず、文芸春秋に不特定多数にばらまいたって嘘書いてるんです。元彦。で、そっからデマはどんどん広がっていってて、今、兵庫県政はデマでしか動いてないね。財政再建の話かってずっと言うてるやん。早期健全化団体になる理由の国の兵庫県の負債のうち、井戸さんの違法行為で生まれた負債は 3%、残りの 97% は元彦の金利に対する無策で生まれてるにもかかわらず、井戸がある。昨日の話やったら100個餃子あったら、自分で97個餃子食うてんのに、なんで餃子なくなったんって言うたら、井戸くんが3つ食うたから、言うてん。唐揚げ100個ありますと。で、その100個の唐揚げなくなりました。で、自分で97個食うてんねん。ほんで、もう、なんでこんなお前さっきまであった100個なくなってんねんって言ったら、ちょっと待ってな。井戸くんが3つ食うたんや。井戸くん3つ食うたん分かったん。3つ食うた井戸くんが悪い。いや、残りの97個はいや、俺が言うてんのは100個の唐揚げがなんでなくなったんや、言うてね。井戸くん3つ食うたん分かった。残りの97個はいやーもうね、井戸くん3つ食うたんよ。知らんわ。お前口ベタベタやん。ちゃう。このカッパエビせん食うたんや。全部嘘でしか動かなくなってんの。その上に500万人の人命が乗っかってるんですよ。これとんでもなく恐ろしいことなんですよ。だから是が非でもレジュームチェンジをしなければいけないんです。まあね、その原因はなぜかというとね、増山を政倫審にかけれないね、自民党会派の弱さにありますよ。兵庫県の自民党会派は、弱すぎる。てかね、弱いというか、時代の認識が全部3ヶ月遅い。ネット見たらさ、もう、斎藤元彦を支持してる奴らって、めぼしい奴ら、インフルエンサーなんかほとんどおらへんってこと気づいてないでしょ。まだね、おじいちゃんたちは、2024年11月のつもりでまだいてはるんですよ。おじいちゃん時計進むの遅いから。あれ相対性理論みたいなもんですよね。若い子が進む時計とおじいちゃんが進む時計違うからね。ビビってるのはもう亡くなったものにビビってるんだ。幽霊の正体見たりカレオバナっていうことをね、まだ聞いてもカレオバナ以下になってるのに。ネット上の斎藤元彦の C 社とか。この間の躍動の
県政報告会でも誰も来てへんやんけ、ほとんど。田舎すぎるんですよ。気づいてないんです。まあ、ある意味丸尾さんもそうなんですけどね。丸尾さんも対応の仕方が未だにちょっと間違えてるんです。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。